テキランドデジョンです。今回ね、久しぶりにね、レジェンドリーグやっていきたいと思います。超久しぶりにね、レジェンドリーグ回してまして、アップデートが来たからというところで、スーパーホグライダーをちょっと使ってみたくてですね、クイヒースーパーホグでね、1週間前ぐらいかな、今の段階で始まると多分1週間前ぐらいに多分入ってる感じになると思います。で、ちょうどね、2日目ぐらいで6回攻め残ししてしまっていきなんですけども、もともと攻め残ししようと決めていた日だったので、仕方ないかなと思ってたところと、そうなるとね、残ってるね、アタックがね、6日分がね、現状ありまして、2日分ずつね、アタック紹介していきたいと思います。はい。で、まずは初日のところからね、スタートしていきたいと思います。早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。これは、タウン前からクイヒーする形でやってったかな。久々にね、レジェンド回してって、スーパーホーグ触ってみたんですけど、結構強いっすね。僕の感覚ではかなり強いです。ドラゴンライダーがね、出てきた時ってかなり強くて修正とかもね、何回か入った形だったんだけど、若干それに近いぐらい感覚的には強く感じました。そこまでは、出てきた当初のライダーほどは強くないかなって感じだけど、それに匹敵するぐらいには便利なユニットだなと感じました。タウンホール食い火突き進んでいきつつ、シューターカットです。結構ね、まだ日にちも浅いというところで、透析機の方もね、レベル上がってない感じですね。初日のアタックだったので、むしろこういうちゃんとした配置が出てくるんだと、逆に驚いたような、初日2日目ぐらいのね、アタックになってるかな。初日3日目か。3日目の攻めになってるかな、これは、そうなると。ただ、タウンポイズンをね、できるだけ当たらないような形で持っていきつつ、この時もインビジブルからスケルトンに買ってるなってなるともう修正入ってね、初日はね、インビジブル2発型で回してたんですけど、スケルトンの呪文あった方が便利だなって攻めてる途中にね、気づきまして、スケルトンの呪文をね、採用するようにね、形を変えました。はい。ウォールブレーカー中央の方まで連れて行きつつ、ドッカンドッカン。いいウォールブレーカーですね。しっかり奥までルートを作りつつ、下のところからね、スーパーホグ展開で一気のトームをかけていきます。はい。この辺はね、本当にね、始めたばっかだったので、レジェンドリーグもそうだし、スーパーホグも、ほとんどね、触ったことのないユニットに等しいので、どういう感じでやっていくのがいいかなって形で、手探りながらの展開だったんですが、そこそこいい展開で組めてるかなと思いますね。やっぱ強いっすね。マルチインフェルノとか、そういったところに対して強いのが、普通のホグとの違いですかね。通常のホグだとマルチ巨爆とか食らうとね、もう結構瀕死でいなくなっちゃうんだけど、スーパーホグはそういうところをね、耐えてくれるか、もしくは、帰ってきてね、ライダーになって戻ってきてくれたり、死んだことが無駄にならないっていうのがね、本当に良くて、巨爆をただ受けるんじゃなくて、食らったとしても、もう一回ユニットとして現れてくれるのが本当に強くて、その結果、ロイヤルチャンピオンを守れるんですよね。ロイちゃん守る戦術なんで、僕は結構ね、何度も言ってるんですけど、クイヒホグも、クイヒのディガホグも、クイヒスーパーホグも、ロイヤルチャンピオンを守る戦術だと思ってます。これがね、本当にね、考え方として大事で、ロイちゃんをかなり長く延命できるのが、クイヒホグよりも、クイヒのスーパーホグの方が延命できる。時間も長く、強いという判断になっております。配置によってはね、ホグの方がいい配置っていうのは当然出てきそうなもんなんだけど、個人的にはレジェンドでね、万能って考えた時にはね、スーパーホグの方が扱いやすいなと僕は感じました。これの配分はね、もうちょい考えていきたいですね、編成。まだ、11体も積んでるけど、最終的には2、3体手元に残して、サイドカットユニットとして使っていくことが多いので、基本的にはそうなると、そのサイドカットユニットのところを通常のホグに切り替えていけば、もっと普通のスーパーホグよりもね、ホグの体数が増えるわけなので、そういった使い道もありだったかなとか、この辺の感覚はね、ちょっと今後、編成バランス的なものを考えつつやっていきたいなと思ってるんですけど、とりあえず、この編成で回して、微妙なんだよな。これでもいけるっちゃいけるし、足すならなんだろうな、みたいな微妙なライン。この辺もね、ちょっとね、HP コントロールで、レイジターンの乗った透析機だったんでね、少し、あれでしたかね。さあ、スーパーホグ展開していきます。タウンホールまでのね、クイヒの道は作りつつ、下の方もイエティパート進んでくれてますね。シューターから出てきたイエティと、
ょっと早めになるんですが、この辺でトームをかけていって、基本的にはね、食い火だけじゃなくて、ホグの方にもね、レイジをかけていくことがね、できればめっちゃ強いです。今回もね、思い切りよくレイジをね、下の方に打ってあげてもいいかなっていうシーンだったんですけど、ちょっとここは思い切りが悪いですね。結構遅れてからのレイジ展開になっていきました。食い火の方も追いつきつつ、フリーズ打って、あとはインビジブルもあってって感じですね。ここでようやくロイヤルチャンピオンに被弾入ってるんですけど、最終区画に至るところまで、ロイヤルチャンピオンに被弾が入らないっていうのが、基本的に理想的な展開になっていきます。入ったところでロイヤルチャンピオンの能力を最終区画で解放できれば、能力のね、4施設突破で、そもそも防衛施設も削れるし、HP も回復するしで突破できるみたいなね。ロイヤルチャンピオンさえ生き残ってればね、成り立つ戦術で、リガーとかだと潜ってしまうので、ターゲットがロイちゃんに向くことがね、結構あるんですよね。リガホグのホグってロイヤルチャンピオンを守るためのホグなので、それに近い感覚なんだけど、盾になる数がディガホグよりも個人的にはスーパーホグの方が多くなりやすいかな。結構一瞬で消えるみたいな事故が薄い。巨爆となんかね、スプラッシュダメージ、イーグルとか投石が思いっきり入っちゃって、ユニット消えちゃったみたいなのが、ディガーの神隠しで結構あるあるだと思うんですけど、そういうのが個人的には薄めの感じかなとは思ってます。この辺本当アップで入ってすぐみたいな感じだったので、まだ投石機をね、無課金の人は上げれてない感じなので、格下攻めとまでは言わないけど、美味しい食い火になってますね。さあ、対空砲のところ、これはね、横打ち受けてしまうので、バルーン追加で、ごまかしつつ、ボールブレーカー遅れて、このタイミングで出していくと、やや右側に開けることができていって、さあ、スーパーガーゴイル見えましたと。ポイズンは置いていきまして、フリーズ打ってもいいかなってちょっと迷ってたシーンなんですけど、インビジブルから入っていって、ここね、フリーズ打たなかったらインビジブルですね。かなりいいタイミングで打てて、オールブレーカーも追加できたというところ。ただ、ここで本当はね、インビジブルはどっちかっていうと、ここで打つべきだったので、必要だったのは最初フリーズだったかなっていうところで、この辺のね、食い火の呪文のコントロールみたいなのはね、ちょっとうまくいってないところなので、この辺ね、ちょっとまだまだ、レジェンドリーグ入って、3日目のアタック、攻め残し込みなので、実質2日目ぐらいのアタックだったと思うので、まだまだ感覚が良くない、まだ初心者みたいな食い火してますね。ただ12時の方から、ホグパートも進めつつ、ウォールブレーカー追加でこれクイーンね、タウンホールまで位置を触れるような道を作っていきます。はい。キングである程度タウンホール触りたいなって思ってたところだったんですけど、テスラスケルトンが結構しつこく対策されていたので、折り切れず、どっちにしろね、突破できなかったとしても、下からホグやるよりも上からホグやった方が圧倒的に全開取れると思ってたので、下から今回は回さず、上からホグライダーを展開して、ロイヤルチャンピオン。今回もそうなんですけど、最終区画のところ、タウンホールに今回はなっちゃったんだけど、ホグがね、前面立ってくれたので、ロイヤルチャンピオンの能力を最後まで残すことができました。これが理想的展開です。結構僕の言ってる意味がね、分かってきたんじゃないかな。ロイちゃんの能力を持ったまま最終区画に進む戦術です、これは。さあ、今回は対策陣みたいな配置を引いたんですけど、ちょっとね、展開的にも良くない感じになっちゃったので、リカバリーも込みで、レジェンドリーグなんてね、もうリカバリーの連続ですよね。しんどみたいな感じになっちゃったんですけど、えぐい、リクスケの鎌足り。さあ、ここは一旦ウィザードを刺して、範囲ダメージで、ワンプッシュ、時間を短くしていきます。テスラスケルトンも大量に入りつつ、この辺の HP 管理みたいなところが圧倒的に本当に楽になったよね。クイーンもレベルが上がって、ヒーラーもレベルが上がって、超食い火楽になったと感じてます。結構いろんなところで言ってるんだけど、動画上がってることで何回言ってるかな。さあ、キングのサイドカット入れて、ウッドランチャーをね、通していくような形でやっていきたかったんですが、結論から言うと、クイーンはキングと合流して流れます。ここからのリカバリーって感じで、今回もタウンホールがね、終点に残すような設定ですね。さあ、もうキングと合わせて、ホグとストライカー、ロイヤルチャンピオン全部合わせて合流していきます。結構早い段階でね、もうこれはクイーンは流れてもう無理だろうなと思ってたので、合流型でプランを組んでいくような形を取っていきますね。さあ、下の方もね、合わせてスーパーホグライダー追加していきつつ、
外周部の施設っていうのをね、がっつり削っていくようなイメージですね。さあ、スケルトンとかも打ちつつ、こういうところヒールも積んでないし、通常のホグだったらとっくに解けてるアタックで失敗で終わってるアタックなんですよね。ホグだったら絶対これ超苦しいアタックになってると思うんですけど、これが成り立っちゃうのってスーパーホグじゃないと無理だと思うんだよな。ラバルでもこんなにぐちゃって全開取れるとは思えない。これ全開リプレイですからね。さあ、フリーズ合わせて、能力がね、まだインビジブルも1枚残ってるところ、さあ、ロイヤルチャンピオンタウンホールまで触りに来れましたと。さあ、インビジブル合わせていって、違うな、これ相手のインビジブルタワーだな。相手のインビジブルタワーが入りつつ、クイーンがここ黒く一戦ですね。速攻でタウンホールを落としていって、結構これはね、モノリスも残ってしまって苦しいのですが、キングがね、まだ1機残ってるんで、あいつフェニックス背負ってるんで、フェニックスでのフィニッシュですね。こういうギリギリのアタックこそ、ユニットの強さみたいなのがわかるかな。今回もね、ライダーが最後、一緒に殴ってくれてたりもするんですけど、普通の戦術だったらこれは無理でしょう。この展開で取り切れるのはスーパーホームならではの強みが出たところじゃないかなと思います。こういうなんか本来取れないはずのアタックが全開まで繋がるところをね、何度か見てたので、これもうスーパーホグ本当に強いわって、スーパーホグ様々だなと思って攻めてました。さあ、ここは12時クイヒーを繰り出して、2ヒールは処理ができますね。で、下の方にシューターだけ置いてという展開です。キングも結構ね、寄せておいてあるので、ストライカーはもう1体以外全部使っちゃっていいかなっていう。クイーンに合わせて、ストライカーも合わせつつ。インビジブルタワーが2つなんでね、この辺もちょっと厄介ですね。タウンホール2つかかるってなると、ちょっと両方かけようとするとフリーズも2発必要になっちゃうので、どっちかはさすがにコスパ悪いなって印象だったので、それ無理していこうって決めてました。下の方シューターも順調に進んでますね。これはシューターのアドが非常にでかいポイントにもなってます。さあ、エアスイーパーがね、折れたことで、これでインビジブルが1個解除されていきつつ、クイーンの方にもインビジブルを打っていって、レイジを置いていって、キングで外周サポート。さあ、ここなんですけど、奥のインビジブルタワーを見逃してました。はい、正直に言いましょう。これは見逃してました、完全に。奥にもあったわーって思いながら。さあ、ここはもうリカバリーでクイーンクロック合わせて、速攻のホグ展開です。リカバリーですね、これは。さあ、フリーズ重ねていって、延命できればよかったんですが、シングル IT のタゲがね、もう入っちゃってたんでね、シングル IT のタゲをホグで取りに切れるようなね、タイミングで出せればよかったんですけど、さすがにこれきついなぁと思って、できるだけ頑張って伸ばそうとは思ってたんですけど、これも前回まで伸ばすことができました。さあ、スーパーホグにレイジを回していって、ストライカーとかね、初手で使っていって、スケルトンを置いて、ロイヤルチャンピオンを延命して、このタイミングでスーパーホグ中心部かなり残ってませんこれ。えぐくないですか？クイヒのね、ルートがかなり火力高くて、クロスボウもたくさんあったし、投石もあったしで、超強い防衛施設をね、倒して回ったので、クイヒが死んだとはいえ、スーパーホグが死なないルートになりましたね。さあ、突撃艦ぶん投げてというところです。突撃艦もね、結構ね、便利ですね。突イエティ。援軍の中身はね、突イエティがやりたいので、イエティが確定です。あとはね、今回はそんな使ってないんだけど、ドリルを使うことも多くなりました。ドリル強えわって感じです。久々に使うとめっちゃ強いよね。序盤の配置ってなると、こういうよくわかんない配置も出てくるのがね、レジェンド最初の方入ってきたなーみたいな、懐かしい気持ちを覚えました。この、強そうな防衛施設真ん中に集めましたみたいな、そういうコンセプトの配置ですよね。ヒーローも、9時の方に固まっていって。これちょっとね、バーバリアンチェックしたんですけど、スケルトンがあると思って出したんだけど、それだったらね、ポイズンあるうちに打つべきですね。これちょっとね、気づくのが遅かったので、もったいないシーンです。
援軍釣ってる時にネクロのターゲットが完全にクイーンに向いてからバーバリアンとか置くと、まあでもどっちにしろ間に合わないからいいか、別にこれで。今のだったら。ネクロだったにつき間に合わないですね。ネクロ以外だったら出していいかな。ネクロがダメな理由は、ネクロがバーバリアンに反応して戻るとスケルトンをまた生み出してポイズンが合わなくなるからっていう理由ですね。他のユニットだとほとんど変わんないので大丈夫ですが。3時にスケルトンを置きつつスーパーホグ展開したんですけど、これスケルトン別にやりすぎたかなって感じもありますね。微妙。ちょっとどういう使い方するか結構迷っちゃって、これ攻めてるときに。攻めながらめっちゃ迷いながらの攻めなので、ちょっとこれはね、いろいろ中途半端だったかなというところですが、中心部にね、レイジ置いて、インビジブターと投石機を固めていくことで、ホグも MS つつ、まあ、投石以外のものをね、まずは落としていただいて、まあ、インビジブルタワー残ってるので、まあ、ここで隠されてしまうんですが、まあ、一周回って帰ってくれれば十分でしょっていうところで、まあ、それだけのね、余力が残って帰ってきますよ。クイーンでも打ってるしね、これ。さあ、最終盤のところ穴開けしていきつつ、レイジとかいろいろ残ってるので、これでフィニッシュになります。まあ、こういうね、レジェンドあるあるみたいな配置もしっかり取れるのがこの編成の特徴かな。まあ、こういう配置に取りこぼすのが一番もったいないですからね。さあ、9マス陣。クイーン展開していくんですけど、ちょっとクイーンがね、逆走しちゃいます。さあ、6時シューター置いていって。クイーンのコントロールどうしようか結構迷ってたんだけど、奥でね、これポイズンタワー吸えるやんと思って、ポイズンタワー吸いに行きました。が、ちょっと思ったよりも外側で拾ってしまったので、被弾しちゃいましたね。まあ、ユニコーンに入らなかったのでね、それはベストかなって感じ。さあ、ここまで引っ張れたんで、さすがにと思ったんだけど、上が行っちゃいましたね、クイーンは。なるほど、と思いつつ、まあ、結構逆も行くかなと思ってたので、逆に言うとね、ヒーラー出してないのはそういうことですね。まあ、よかったよかった。結構逆行く可能性あるなと思ったので、ヒーラー展開しなかったので、ここまでしっかり残していって、まあ、ここまで予測できてたのは良かったですね。これワンチャン逆行くなって思ってたので、出さなかったと。キングを開ける、キングを入れていくための穴を12時に入れる。これね、間違えてね、シングルインフェルノかと思ってね、バーバリアンでタゲ取りに行ってたんですけど、シングルインフェルノのね、タウンホールに横ですね。なんかすごいね、ボケてますね。シングルインフェルノだと思ってバーバリアン使ったんですけど。オールブレーカー1枚目。これはね、真ん中を開けるための布石なんですけども、攻めてる途中にこれ真ん中開ける必要ないなってことに気づいたので、開けに行きません。さあ、ホグを展開していきます。ちょっとこれね、相手のクイーンをね、フリーにさせすぎたので、ストライカー結構早めに投げたかったですね。さあ、ここはインビジブル。V ヒー展開中にね、こうやって何度か、スーパーホグも展開してるんですが、シングルインフェルノとね、モノリスのターゲットはしっかり確認していきたいところ。さあ、スケルトの呪文をね、モノリスのターゲットを受けているんですが、ここに打っていきつつ、投石とかテスラとかね、その辺のターゲットを取って、まあ、ワンチャンシングルのターゲット取れたらよかったんですけど、何ですか、このフリーズは。何ですか、このフリーズは。トームとね、フリーズのタイミングがね、なんかね、いろいろ被っちゃってね、ちょっとね、フリーズが雑に打っちゃったんですよね。でも今のポイズンのタワーのタゲ取りうまくない？ 9 時。素晴らしいポイズンタワーのタゲ取りをしていきつつ、最終フィニッシュロイヤルチャンピオンも能力残って、まあ、今回のキーテーマはロイヤルチャンピオンの能力を最後まで残して氷寄せるかどうかです。はい。この戦術これなんで、僕がね、一番コツというか意識してること何ですかって聞かれたらロイヤルチャンピオンの能力残すことっていうと、あと V 比死なないってこと。もう本当に全ての基礎ですよ。さあ、今日はこれでラストアタックになっていきます。まあ、今後ね、レジェンドリーグこのまま続けていくので、スーパーホグかな。基本的には編成は変えるつもりはないので、クイヒースーパーホグをやっていこうかなと思ってるので、その編成いくつか回していくかなと思います。はい。このホグもポイズンタワーのタゲ取りですね。これがちょっと外周部までクイーン入るんだって思ったんだけど、まあ、最小限のね、ダメージで受けたので、いいホグでポイズンタワーのタゲ取りになったかな。まあ、通常ホグの使い道としては、こういう感じで、ポイズンタワーとか、なんかいろいろな罠の解除とかそういうのっていうところと、シューターのためのね、テスラチェックみたいな感じだったり、援軍釣りだったりでホグを僕は使ってます。今回もね、内側入れれればよかったんだけど、ちょ
っと迫撃砲残ってたので、まあさすがに通らないかっていうところでした。さあ、あとはどっちからどう展開するか結構悩むポイントなんですけど、まあさすがに9時かなってことで9時から展開していくと思います。さあ、ホーミングチェックのバルーンも途中までうまくいってたんですけど、迫撃砲の方にやっぱり吸い寄せられていっちゃいましたね。さあ、展開していきますと。今回ドリルですね。今日はドリル初かな、多分。さあ、ポイズン置いて、フリーズかけて、ネクロとスーパーガーゴイルというところ。さあ、ストライカーも合わせて、ここ一気のドームでやっていって、もうここはもう安いも吹かれてるので、クロックから入った方がいいなというところで。巨爆見えたので、ちょっと早めですが、レイジ置きました。見えなかったらもうちょい溜めたかな。さあ、モノリスからの攻撃もね、レイジタワー乗ってて、大工が結構直してるの見えたので、ここはインビジブルで延命しつつ、ロイヤルチャンピオン中心マルチを確認。あとはどう進めようかなって悩んでて。ちょっとね、これがね、良くない展開の一つとして、ロイヤルチャンピオンが前面に入ってしまったことで、ロイちゃんの能力を最終区画で打てなかったことっていうのが、今回のアタックの良くないところになっております。さあ、12時の方はね、ライダー乗ってて死んでしまったライダーさんたちがね、壁を破って合流してくれています。はい。あとは外周部の施設とかをね、うまいこと削りつつ、ドリルが強いでしょ、これ。レイジ置いて。さあ、頑張ってって感じなんですけど、最終的にはドリルとライダーたちが合流せず、ドリルが一緒しません。この変遷にね、ドリル混ぜるとマジで伸びるドリル。ロイヤルチャンピオンの能力を残すみたいな感じで、ロイちゃんも残るし、ドリルも残るし、みたいな感じで。あ、最初の方に一回ドリル使ってたかもしんない。どうだったか忘れちゃった。はい。というわけでね、本日はこんな感じで終わっていきたいと思います。まあ何度も口酸っぱく言ったんですけど、ロイヤルチャンピオンの能力を守るゲームです。まあなんかアタックが上手かったっていうよりは、スーパーホグが強かった、クイヒーが強かったから全開になってるように見えるアタック多かったんじゃないかなと思ってて、僕自身も今回の攻めはね、ほとんどそれだったなと思ってるんで、ユニット性能で取れた全開っていうのが非常に多かったかなと思います。それはどういうことかっていうと、シンプルにクイヒーのスーパーホグ。スーパーホグっていうユニットが強いってことですね。僕はそう評価してます。はい。というわけでね、本日はこんな感じで終わりたいと思います。ここからね、また、レジェンドリーグとかも、他の動画もね、いろいろ上げていくので、ぜひご覧ください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さら